大阪万博開催前中止しろと言ったけど、今のところ活動の感じ、大成功おめでとうございますっていう感じです。やっぱ面白そうなパビリオンがどんなものか想像ついてなかったので、その前もどういうパビリオンやるよって発表がなかったので、それは失敗だろうと思ってたら、いや、ぬるぬる面白いよね。iPS 細胞をビクンビクンしてんの面白いよね。っていうのがあったりするので、それは行ってみたら面白いんだから、それはうまくいくよってことで、今のところのペースでいくと入場料で黒字になる可能性あるらしいんで、そういう意味でやっぱ大阪万博は皆さん頑張ったおかげでうまくいってみたいんでおめでとうございますって思ってます。僕自分が間違うのは当たり前だと思ってるんですよね。間違えたら間違えたで、間違えましたすいませんっていう生き方をしてるので、ひろゆきがこう言ってたっていうのは間違えてる可能性あるので皆さん気をつけてください。ただ、僕はこういう考え方で、こう考えるのでこうじゃないですかっていう言い方を割と配信ではやるようにしてるんですよ。今じゃあ僕が間違えた理由は、どんなパビリオンが出るかわからなかったので、プラスにする材料がなかった。で、各パビリオンで海外のパビリオンとかが金出さねえよとか、日本が金出すんだったらまあなんとかやるわとか、今でも建築会社に金払ってない国とかあったりするんだけど、面白くなるためにやっぱりある程度のお金が必要なんですよ。で、僕が面白いと思った落合陽一さんのパビリオンは、スポンサー自分で集めまくってんですよ。国の予算で何とかするとかじゃなくて、もう自分で金集めるわっていうので、やった結果、めちゃめちゃ面白いものを作るみたいな、前情報で理解できなかったものがあったので、上振れがあるんですよ。なので、前情報のままであったら多分僕の予想通りでしたと。こういう情報があったらどう判断しますかという時点でいくと、僕は間違ってなかったと思ってるんですよ。ただ、こういう情報がプラスされましたってなると、それは判断が変わるよねって話なんですよ。なので、判断をするときの情報はこれです。で、この情報の通りであればこうなるでしょう。っていうところと、ただ違う情報が入ってきました。であれば、判断も変わるよねって話なので、割と僕配信では長めに喋るようにしてるっていうのは、なぜそう判断したのか。僕はこの情報でこう思いましたっていうのを言うようにしてるので、考え方、僕がその結論に至った理由というのを説明しようとしてるので、ひろゆきが言ってるから正しいとかではなく、結論ではなく考え方を理解してもらいたいという、すげえ長い言い訳をしていました。はい。万博行くんだけど、見どころとかおすすめをしてください。落合陽一さんのぬるぬると、大阪のヘルスミュージアムの心筋シートと、あと僕言ってないんですけど、パソナカンにiPS 細胞で作った心臓が動いてるのがあるらしいんですよ。そのテーマとしては命輝くが大阪万博のテーマなんですけど、で、これが日本でしか作れないものばっかりで、生命を作るというのがご法度なんですよ。他の宗教の国では。命というものは神様が作り出すもので、人間が命を作るとかありえないよね。ポケモンも中東の国だと昔は違法だったんですけど、動物は進化とかしないよねっていう。猿から人間になるわけないよねみたいな。っていうのがあって、進化とかもないよねとか、生き物とは人間が作れないよねっていう価値観の国のが多いんですけど、でもiPS 細胞で作った心筋シートですって言って、四角いシートなんだけど、それが筋肉のようにビクンビクン動くんですよ。ビクッビクッってずっと動いてて、肝っていうのが面白い。で、これの心臓のちゃんと動いてるやつもパソナンにあるらしいので、結局科学のある種の大パーツを作る作業って万博にあるんじゃないかなと思っていて、僕1980年代の筑波万博っていうのに子供の頃に行ったんですよ。多分小学校1年とかそれぐらいかな。で、その時にあったのがトマトの木というのがあったんですよ。めちゃくちゃでかい木にトマトをくっつけて、根っこが他の樹木でも栄養が上がればトマトって育つので、普通の樹木にトマトくっつけて、それを樹木として育てるっていうので、めちゃくちゃでかいトマトの木を作って、で、そこにトマトがなってるっていうのを作ったんですよ。万博の時にね。で、それは植物というのを作るというのは、畑で作って収穫するなんだけど、実際問題じゃあそれを樹木にしてバンバン作った方が効率いいんじゃないみたいなので、植物というのを合成させて効率よくするというのはありなんじゃないっていう科学が割と最先端だった時代なんですよ。でも今結局トマトの木ありますかっていうとないんですよ。でそれはトマトの樹木を普通に土に植えて育てた方がやっぱりコスパいいよねっていう現実なんですけど、挿し木ってある種フランケンシュタインなんですよ。足元は桜だけどそこちょん切って上からトマトを刺すと上トマトになるよねみたいな。でやっぱりそれは管理できないよねとか、収穫量がコントロールできないとか、病原菌の問題とかっていうのがあって、結局実用ベースにはならなかったんですけど、でもそういうものが科学的に作られたんですよ。っていう感じで科学的には可能だけど、
こういうのできますよって言って、でも実際それが実用ベースにならないものっていうのが、多分万博の面白い部分なんですよね。本日万博のおすすめを聞いたものです。万博行ってきました。落合さんのぬるぬる石黒博士のアンドロイド、iPS 心臓、どれもめちゃくちゃ良かったです。まだ行ってない人はぜひ行くことをお勧めます。ちなみに9時入場、7時半東ゲート着できれば、当日予約で落合さんのぬるぬる入れます。早めに行けば行けるんだ。石黒博士のアンドロイドは入場直後にネットでキャンセル待ち申請。パスな夜になれば比較的すぐになります。参考までに。確かに夜行くと結構空いてるって言いますよね。大阪万博の落合陽一さんのぬるぬる来ました。めちゃくちゃすごいと思いましたが、メッセージは何を言いたいのかよくわかりませんでした。ひろきさん、落合さんと話している動画を見たのですが、ぬるぬるで落合さんが言いたいことをひろきさん理解しているようでしたが、なぜ理解できたのですか？文字で書いてあるから。ぬるぬるでバージョンが3つぐらいあって、ちゃんと人は森に帰るのだっていうのを説明してるパートっていうのがあるんですよ。森に帰るのだっていう前に、ヒエログリフだったりとか、年表だったりとか、人間の歴史っていうのが映像でバーッと流れるんですよ。人類の歴史がバーッと流れて、で、そこの人間というのは他の動物と違って、知恵というものを作って、文明というものを作った。なので、猿と人間の違いは、ちょこっとだけ猿より賢い。なので、そこでこれだけ経って、霊長類のトップだとか、地球の主は人間だってやってるけど、このちょこっと賢いは AI に比べたら、もう大した差じゃないんですよ。AI 様めちゃくちゃ賢いからね。猿と人間がここら辺で争ってて、人間の方がちょっとだけ賢い。でも AI 様これぐらい賢いんで、もう AI 様から比べたら、AI 様を使うのが、猿だろうと人間だろうと、大して変わらんよね。なので、猿が住む森に帰るっていうストーリーっていうのが、落合陽一さんが伝えたかったこと。で、これが1985年の筑波万博の未来に夢があるよね、科学技術って最高だよねっていう筑波万博の次の万博、大阪万博で人間の知恵というのは AI には負けたんだから、もう技術とか科学とかっていう未来は人類にはないよね。森に帰ろうっていうメッセージを筑波万博のあった筑波大学の落合先生が大阪万博で言ってるんですよ。っていうね、エモさなんですよ。人類の歴史というのはこうやって正しいと思ったものが、正しいと思った筑波の元で大学の先生やってる人が、岡本さんが技術は爆発だと言っていた大阪万博の2回目のところで、人類の技術の進化というのはもう終わったよね。森に帰ろうぜって言ってるっていう人間の輪廻転生感が面白いなっていう話です。万博で落合さんのぬるぬるのパビリオンに行ってきましたが、頭が良すぎる人の世界観を理解するのが難しいのか、頭がおかしい人の世界観を理解するのが難しいのか、凡人の私には判断できません。ゆるくさんはどちらに感じましたか？合理的に落合さんの言ってることは理解できるけれども、ただ 100% そうなるかというとそうではない可能性もあるんですよ。落合さんが言ってるのっていうのは、人間というのが今のところ地球上の中では一応君臨している生き物ですと。で、なぜじゃあそのホモサピエンス、人間というのが君臨していて、それが象とかライオンではないのか。ゴリラとか象とかライオンの方が力は強いわけで、じゃあなんで人間が君臨しているかというと、それはちょっと賢いからなんですよ。これはちょっと賢いなんですよ。じゃあ言葉を使えるのは人間だけだみたいなことを昔言われたんですけど、結構他の動物も言語のようなコミュニケーションをしてるんですよ。イルカだったり鳥だったりっていうのが音を使ったコミュニケーションっていうのをしていて、じゃあ道具を使うのは人間だけだって言ってるんですけど、昆虫でも道具を使う昆虫とかあったりして、猿とかでも普通に棒とかを使って物出したりするんですけど、割とね、道具使うんですよ、他の生き物も。でもあって、抽象的な概念を使うっていうのが他の動物はできないのと、あと、知恵を伝達するということができない。直接教えることはできるんですよ。例えばライオンの親がライオンの息子に狩りの仕方を教えることができるんですけど、書物に書いて、その書物を読んで学習するっていう、直接学習ではなく、文字を使って間接的に情報を伝えるというのは人間しか今のところできないんですよ。他の動物よりちょっと賢いだけなんですけど、基本的にはそんなにみんな賢くないんですけど、たまにアインシュタインさんとか、ニュートンさんとか、フォイマーさんとか、めちゃくちゃ賢いやつが、すげえ発明をして、で、その発明が書物に書かれることによって、凡人がその発明したものを使えるんですよ。凡人で今のじゃあ地球上の科学技術を全て理解するのはできないんですよ。でも、誰かが作ったものは使えるんですよ。頭のいい人たちが作ったものを、こうやって作るんだっていうのがあって、テレビを作る人がいますとか、携帯電話を作る人がいますっていう形で、凡人は頭のいい人が発明して、そこそこ頭のいい人がそれを作ったものを凡人としては使うっていうだけで、凡人の知能のレベルは猿とそんなに変わんないんですよ。っていう状態なんですけど、とはいえその地球の中では人間というのが割といい位置を占めていて、他の動物を虐待しています。これがちょっと賢かっただけだよねと。
この人間がちょっと賢いというのは残念ながらもう終わりましたっていうのが落合陽一さんの言い分なんですよ。じゃあ世界で今一番賢いカテゴリーでいくと人間より AI じゃねえっていう。ドラゴンボール分かってるのか問題が来たんですけど、チャット GPT が今大学生レベルって言われたんですけど、数学ですとか外国語の翻訳をさせますとか、科学技術とかで車のエンジンってどういう構造なのとか、ちょっと図解して書いてみたいなのも割とさらさらとやるんですよ。じゃあこういろんなエンジンありますよねとかで、車のエンジンこうでじゃあ飛行機のエンジン書いてくださいとかで、スター型エンジン書いてくださいとか言うと、ちゃんと書けたりするんですよね。工学系もいけるし、プログラム書いてくださいって言ってもチャット GPT 書けたりするので。なので普通の人間より全然賢いんですよ、AI が。ってなると、AI がめちゃくちゃ賢いです。人間はもう賢い生き物ではなくなりました。AI に比べるとね。AI から見たら、ホモサピエンスもチンパンジーもあんま変わらんよねと。ってなると、もう賢いという戦い、賢いというの人間の能力というのは、そこの動物たちに対して優位を誇れるほどのものではないので、人間というのは森に帰らなきゃいけないよね。森から類人は出てきたので、なのでもう賢いというのは全て機械に任せて、じゃあ人間というのは森でダラダラと暮らすぐらいでいいんじゃないのっていう。プログラムというのも基本的にはもうチャット GPT とかジェミニだったり生成 AI にやらせる人が、今現役でエンジニアやってる人多分7割8割は AI 使ってると思うんだけど、なのでその人間がやるべきことってどんどん減ってるんですよ。プログラマーが AI 使ってるんですけど、プログラマーじゃなくても AI でプログラムできるようになって、プログラムできるということ自体も別にやる必要がない可能性もあって、例えばじゃあ 3D プリンターとかで、じゃあコップ作ってとか、今日の料理作ってとかっていうんだったら、もうそれを作ってくる機械と。で、その機械が機械を作り始めると、料理を作ってくれる機械というのを別の機械が作って、で、その別の機械は今度料理を作ってくれる機械の後に選択をしてくれる機械を作ってみたいになって、機械が機械を作れるようになってしまうと、人間は何を作らなくても良くなっちゃう時代が来るかもしれないんですよ。ってなると、もう森に帰ってダラダラするぐらいしかないよねって話で、森に帰るしかないというより、森に帰った方がいいという話にもつながるんですよね。万博期間延長できないもんですかね。契約とかお友達とかダメなんですかね。大学の倫理はパビリオンだけじゃなくて、独特の意見も快適に行ける時間少ないのでもったいない。無理っすね。90個のパビリオンで各国の人がビザを出してその国の人がやってるからレベルが高いものがあるので延長してやりますみたいなものではないと思うんですよね。直すスケジュールとかそういうのも含めてやってるので今から変えられないんじゃないかなと思うので、聞いてる限り16時から入るのが今んとこお得っぽいっすね。夕方から入るチケットっていうのがあって、朝から来てる人って結構朝から頑張っちゃうんで夕方以降頑張らなかったりするんですよ。なので16時からガチでちゃんと行くと朝だとめっちゃ並ぶところが実は夕方だとそんなに並ばないみたいなのもあったりして、夕方からさらーっと入って回るっていうのがコスパ的にはいいっていう話を聞きました。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。